乗らないバイクは倉庫の肥やしになるよね。置き場があると盆栽になりがちです。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。ペンタロウさんは倉庫に肥やしバイクいっぱいあるんでしょ。たまーにしか乗らないバイクもあるね。逆によく乗るバイクってどんなのでしょう。じゃあ活躍頻度が高いバイクの傾向を見てみようか。こんにちは、ペンタロウです。バイクがいくつかあるとバイクの個性とライフスタイルによって出動頻度がまちまちになりますが、ペンタロウ所有バイクの中で個人的スタメンバイクの傾向を紹介します。1、長距離メイン。まず距離別でよく出動するバイクを分けてみようか。移動距離とバイクの特性は関係が深いですからね。スタメンバイクは出番が多いんだよね。高速メインだから今日は SR じゃないなみたいに消去法で残りやすいバイクがスタメン化しがち。癖が少ない方がスタメン化しやすいということですね。で、長距離移動の時に選ばれやすいバイクを考えてみると、8割くらい高速道路で移動するくらいとしてみようか。ホンダ CB1300。まずホンダの CB1300。予想を裏切らないね。長距離移動なら真っ先に選ばれそうです。この安定感はとってもいいね。十分に速くてパワーの面では全く困ることないし、低いエンジン回転で走れるからいろいろな面で楽で疲れにくいかな。車体も意外に大きくないですしね。CB400 スーパーフォアに毛が生えたくらい。大きいとサービスエリアの駐車スペースも気を使うよね。かなり広いシート下スペースと、ボルドールはカウル両側に小物入れもあるから、素の状態で割と物が積めるのも長距離移動に使いやすいポイントだね。ペンタロウにはちょっと足が窮屈だけど、ペダルを限界まで下げて操作を楽にして、まあなんとかなってる。シートも柔らかそう。2時間くらい連続高速走行したら小さくケツ板が発動したけど、普通に休憩挟んでると平気。1300あると燃費は悪そうですが、下道の実測でリッター14キロくらい。東京の市街地を走ってると暑いし燃料はなくなるしで辛いけど、高速だとリッター20キロを超えるから、ますます長距離側に出番が集中する。走行風にも強そう。ボルドールはそのままでまずまずいけるけど、純正ウィンドスクリーンつけたらこれまた抜群の性能で、ツアラー性能十分ですね。ボルドールのオプションスクリーンは本当にみんなつけることをおすすめするかな。身長にもよるけど、ノーマルスクリーンだと顎のあたりに風が集中しやすくて、顎下からヘルメット内に全開で風が入ってくるんだけど、オプションスクリーンだと口元から上くらいになって横も広がるから、肩のあたりにもさらに風が当たりづらくなるから疲れが減ると思う。高速の走行風は結構疲れるもんね。今まで80キロくらいで時が止まった感じだったところ、90キロ100キロでも止まった感じ。さすがに100キロは止まった感じは大げさだけど、さらにパフォーマンスダンパーをつけたらよりツアラー的高みを目指せそうです。スズキ GSX-8R。 8R はチートです。やはり間違いなさそうですね。安定の性能で走行安定性は申し分なし。さらに激烈優秀なサスペンションで快適。程よい前傾でケツ板とも無縁。足は気持ち窮屈だけど、もうちょっとペダル調整して操作を楽にすればまあいいかという感じかな。サスペンションがいいと高速道路の継ぎ目のショックも少ないよね。 8R はアナログサスペンションとしてはかなりいいと思う。 CB1300 のスタンダードよりは確実に性能は上。 Z900RS よりも上。体重とか色々にもよると思うから、あくまで個人的な感想だけどね。ミドルツインは瞬発力があって車重も重すぎないのが魅力です。2気筒なら夏も頑張ればなんとかなるし、そういう意味でも出番は増えがち。カウル性能も良さそうだね。フルカウルは間違いないね。オプションスクリーンに変えたらより風が楽になって、ミドルは燃費も悪くないですよね。市街地走行を含めた普段でリッター25キロくらいかな。遠出ならもっと伸びるね。とにかく 8R は総合力抜群。そういえばパフォーマンスダンパーも出てますね。そうそう、つけてみようかと思ってて、鈴木ワールドさんはやってくれないから自分でつけることになるけど、カウル外さないといけないから面倒で今のところやる気出ないんだよね。パフォーマンスダンパーついたら無敵っぽいね。ヤマハ XSR700。この間売っ払っちゃったやつだね。
そうそう、これまで紹介したバイクの抜群の長距離適性に比べるとそこまでじゃないんだけど、個人的に体型に合っていて一番疲れなかったバイク。体型との相性が一番ということでしょうか。多分そういうことなんだと思う。 XSR700 は直進安定性は前の2台より低いけど、バイク全体の基準では十分に長距離安定して走れるね。それでいて旋回が楽しいからワインディング走行とか面白いし、手放すことになったけど今後もモデルが継続すればまた戻ってくることもあるかも。ベースモデルの MT-07 は大幅アップデートしたしね。ミドルはちょうどいいです。長距離性能をより極めていくと、ヤマハトレーサー 9GT プラス、スズキ GSX-S1000GX、ドゥカティムルティストラーダとかアドベンチャー感があって電子制御サスペンションのものがあるね。アドベンチャーって定義がよくわかんないよね。この辺のメーカーではスポーツツアラー、スポーツクロスオーバーなどと言っているようです。ちょっとボコったタイヤのバイクはアドベンチャーって言ってる感あるね。スポーツって言った方が売れるからかな。ペンタローは大きいスクリーンがついて直立で乗るバイクはみんなアドベンチャーって呼んでる。面倒だから。2、短距離。次は短距離行ってみよう。数キロから10キロ以内くらいのエリア移動ですね。軽くてちっちゃいバイクが出番多そう。川崎 W230。W230 は軽くて大きくないからついつい選んじゃう。エストレアと見た目似てるけど。エストレアと並んでたら W230 選ぶね。軽いから。近場の移動はそうなりますよね。重くて大きいバイクでももちろん近距離行けるけど、完全に気分だね。ホンダの CB250R も軽いんでしょ。CB250R も同じように軽いんだけど、あっちはちょっと忙しいんだよね。割とガチスポーツ感ありますね。 W230 の方がのんびり乗れるから近所の移動にはいい感じ。スーパーカブっていいよねと同じような感覚かな。ホンダグロム。やっぱりちっちゃいのはいいよね。気楽だからね。W230 と比べてもグロムの方がむしろ窮屈じゃないという不思議。フラットシートは偉大です。座る位置自由だからね。グロムは小さいから W230 よりも小回りが効いて、逆にその分 W230 の方が安定感がある。高速も走れますしね。125クラスだと電動の ZE1 もあったけど使ってる？夏は ZE1 大活躍。暑くないから夏は最高だね。半年くらい眠ってたけど暑くなったから充電してグロムと入れ替えようかと思ってる。真夏はバイク ZE1 しか乗らないくらい。3、中距離。次は中距離。近所じゃないけど高速メインでもないくらいかな。50キロ圏内くらいの下道と高速交えた移動というイメージでしょうか。そんな感じ。鈴木 GSX250R。鈴木だ。中距離はまあこれでしょう。 8R より小ぶりなのがいいですね。安定感あって走りやすいからだいたいどこでも行ける。 250cc にしてはちょっと重いけど、それが安定感を生んでる。近所の移動にも苦労する重さじゃないですし、高速を時速100キロで連続走行するのは振動の関係でちょっと微妙だから、ややゆっくりめに走ればだいたいそつなくこなせる感じ。ホンダ CB250R。 さっきも話題に出てきたね。 CB250R は GSX250R より軽くてアグレッシブに走れる。ただちょっと忙しいし挙動変化がダイレクトで、ご近所向きでもないんですね。近所の移動は W230 の方が選びたくなるね。このバイク乗ると結構疲れるから中距離くらいがちょうどいいかな。パフォーマンスダンパーで安定感上がってて、高速道路もまあ余裕。守備範囲広そうだね。抜群に広い。ペンタロー所有バイクの中で守備範囲は1位を争うだろうね。川崎 ZX4R。 ZX4R はとても扱いやすいですね。安定の走りやすさ、重量バランスがいいのかとっても軽く感じるから取り回しも不自由しないし、クイックシフターで楽、低回転トルクも問題なし、高速とかで上まで回してヒャッハーしたりとおよそどこでも気持ちよく走れるのが強み。前傾はそこそこっぽいよね。ぼちぼち前傾かな。中距離くらいなら程よい疲れ具合でちょうどいいかという感じ。キャラクター的にはスタメン要員なんだけど、ポジションが GSX250R と CB250R と競合してエンジン勝ち回したい時は CB400 選ぶから、最近出番が少なくなっちゃって眠らすのもったいないから手放すことにしたんだけど、同じ中型フルカウルなら CBR400R の方がよりスタメン感あるね。
もしペンタロウさんチームに入ると GSX250R が押し出されそうです。よりパワーあって上位互換っぽい感じあるしね。4、控えメンバー。スタメン以外は控えメンバーだね。せっかくなので控えメンバーも見てみましょう。ホンダ CB400 スーパーフォアスーパーボルドール。CB は3台あるのに控え。長距離なら1300、短距離中距離は250に食われる感じでしょうか。重いし利便性高くもないからね。現代の400に比べてだいぶ重いね。これ出すなら1300でよかろうってなる。ただエンジン高回転が最高だから代打の切り札的立ち位置かな。3台は色の気分で選ぶ感じ。ヤマハ SR400。ここに SR いたらめったに出番来ないよね。高速道路向きではないですし、近距離ちょこちょこ移動でキックばかりするのもあれですし、高速道路にあまり乗らない予定であまり止まらない時に最適。そういうのはレアだね。そんなわけで2台あるのに控え、がっつりベンチウォーマー。登場することめったにないけど、眺めているだけでいいからここにいてくれればそれでいいです。美人マネージャーみたいな感じかな。ヤマハセロー。セローも2台あるのに控え。オフロード車ですしね。オフロードで遊びたい時と体動かしたい時に乗るバイク。乗るととっても楽しいんだよね。移動とか長距離ツーリングには選ばれにくそう。川崎エストレア。エストレアも2台あるのに控え。ペンタロウさん控えメンバーばっかり集めちゃうんだね。1台手放す予定で調整してるけど、なんだかんだまだいる。割とスタメンでもいいくらいの何でもできる感はあって、高速100キロゾーン以外は無難にいけるんだけど、いかんせん他のバイクの万能性が強すぎて。モトグッチ V7。V7 は見た目が独特だね。控えには惜しいですが、 SR よりは気楽に出てくるかな。 V7 は気まぐれだからニュートラルランプは嘘つきだし、そういうの許せる心の余裕が必要だね。スペシャルに代わって今のところ嘘つきニュートラルに騙されてないけど。ヤマハ SCR950。どう見ても控えっぽい感じするね。メジャーから来た助っ人っぽい大きさです。現状ラインナップからすると当然の控えメンバーになるね。足元は多分ペンタローバイクの中で一番熱いから夏場はバカンスしてもらってる。空冷 V ツインが V7 と被りますね。系統は近いかな。こちらは車体が重いから筋トレしたい時にいい感じ。ただ筋トレも CB1300 と被るんだけどね。絶版だし大切にしたいよね。そういえばペンタロウさんバイク減らす活動してるんでしょ。頑張ってる。絶版はプロテクトって言ってましたっけ。絶版は大事にしなきゃね。なんか手持ちバイクが絶版バイクのオンパレードになってない？CB400、SR、CB250R も廃盤、CB1300 もなくなったし、あれ？鈴木くらいですか。 GSX とグロムくらいしかなさそう。いや、これ以上鈴木を減らすわけには。絶版にも大ナタ振るっていくしかなさそうだね。ざっくりいくしかありません。うわー、どうしたらいいんだー。今回こちらの世界のペンタロウは気づいたら手持ちバイクが絶版バイクだらけになっているようですが、絶版は中古で買い直そうとするとむしろ高くなっていたりするので、手放す際は注意してください。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。